たった3種目のダンベルエクササイズで、あなたの広背筋と背中の厚みを完全に変身させるについて解説します。背中の筋肉は、日常生活では意識する機会が少なく、トレーニングでも後回しにされがちです。ですが、美しい逆三角形と厚みのある背中を作るためには、広背筋と同じくらい僧帽筋も重要です。今回お伝えするのは、自宅でダンベルとベンチさえあればできる広背筋と僧帽筋を同時に鍛える3種目です。正しいフォーム、よくあるエラー、負荷設定のコツまで徹底的に解説します。なぜ多くの人の背中は逆三角形にならず厚みも出ないのか。理由1は、広背筋だけを意識しすぎている。逆三角形のシルエットには広背筋が重要ですが、背中の厚みは僧帽筋の発達が不可欠です。広背筋だけを鍛えても、正面から見たときは広く見えても、横から見たときにペラッとした薄い背中になってしまいます。理由には、フォームと負荷設定の誤り。広背筋も僧帽筋もフォームが崩れると腕や腰に負荷が逃げます。さらに重すぎる重量で反動を使えばターゲットに効きにくくなるだけでなく、腰や肩を痛める原因にもなります。理由3は、種目が多すぎる。やたらマシンやケーブルを使って回数稼ぎをしている人。これは決してマシンやケーブルが悪いと言っているわけではありません。むしろ正しく使用すれば大変効果的なマシンであることは間違いありません。しかしながら、それぞれのマシンの特性や正しいフォームなどを理解していないと十分な効果を得ることが難しくなります。特に初心者の方は、すべての種目に対して正しいテクニックで行うことが困難になるので、狙った部位に効く3種目に絞った方が圧倒的に結果を出すことができます。理由4は、間違ったトレーニング種目の選択。例えば、デッドリフトは下肢から脊柱にかけての筋肉にとって重要な種目ですが、広背筋や僧帽筋をメインで育てる種目ではありません。過剰に高重量で行えば腰を痛めるリスクも高いです。逆三角形と厚みのある背中を作るなら、今回の3種目をコツコツ継続することが最も安全で効果的です。理由5は、十分な栄養と休養が取れていない。筋肉を成長させるためには、適切なトレーニングに加えて、十分な量のタンパク質、炭水化物、脂肪、ビタミン、ミネラルなどを摂ることが必要です。また、睡眠不足も筋肉の成長を阻害する要因となることが分かっていますので、心当たりがある人は、日頃の食生活や睡眠時間を見直しましょう。理由は、この動画のチャンネル登録をしないこと。皆さんの大切な時間とお金と努力を無駄にしないために、ぜひ、チャンネル登録をお願いします。それではまず広背筋と僧帽筋の構造と機能について見ていきましょう。広背筋の位置は、背中の下部から脇の下にかけて広がる大きな扇形の筋肉です。機能は、肩関節の伸展、内転、内旋、腕を後ろに引く、横や上から体側に引き寄せる動きで、鍛えると逆三角形のシルエット、ウエストが細く見える効果があります。僧帽筋の位置は、首の後ろから肩、背中の中央まで覆う大きな筋肉です。機能は、肩甲骨の居上、内転、下正、頭部の安定で、鍛えると背中に厚みが出て、正面や横から見ても迫力のある上半身になります。また背中の筋肉を鍛えることで姿勢も良くなり、自信のある生き生きとした印象を周囲に与えることができます。ジムにあるチンニングやラットプルダウンは広背筋、シーテッドローやケーブルローイングは僧帽筋中部に有効ですが、自宅にそのようなマシンはないことが多いです。そこで今回は自宅でもダンベルとベンチだけで行えて、広背筋と僧帽筋の両方にしっかり効く3種目を厳選しました。大変お待たせしました。それではトレーニング種目を見ていきましょう。1種目目はダンベルベントオーバーローです。背中トレーニングの王道。広背筋全体に加えて僧帽筋、中部下部、菱形筋も強く刺激します。背中の広がりと厚みの両方を作れる基礎種目です。正しいフォームです。
足を肩幅に開き、ダンベルを両手に持つ。膝を軽く曲げ、腰を反らせたまま上体を45度前傾。肘を体側に沿わせて、後ろに引き、肩甲骨をしっかり寄せる。下ろすときは、広背筋のストレッチを感じながらゆっくり戻す。僧帽筋への意識ポイントは、肘を引いたときに、肩甲骨同士を近づけるよう意識し、反動を使わず、最後まで可動域を使い切りましょう。よくあるエラーです。一つ目は、背中が丸々腰を痛めやすく、僧帽筋や広背筋に効きにくくなる。二つ目は、肘が外に開く僧帽筋より三角筋後部に負荷が逃げる。反動を使うターゲットに効きにくい。などがあります。二種目目は、ワンハンドダンベルローです。片側ずつ行うことで、広背筋の収縮を最大限感じやすく、僧帽筋中部にも負荷が入ります。左右の筋力差も修正可能です。正しいフォームです。ベンチに左手と左膝をつき、右手でダンベルを持つ。背中を床と平行に保ち、腰を反らせる。肘を腰の方向に引き、肩甲骨を内側に寄せる。ゆっくり下ろし、ストレッチを感じる。僧帽筋への意識ポイントは、ダンベルを引くときに、肩甲骨の内側をギュッと寄せ、引き切った位置で1秒キープしましょう。よくあるエラーです。一つ目は、体をねじる反動で負荷が逃げる。二つ目は、下ろすときに力を抜く、可動域が狭くなる。三つ目は、肘を開きすぎる広背筋より肩甲部に効く。などがあります。三種目目は、チェストサポートダンベルローです。ベンチに胸をつけて、行うため腰への負担が少なく、フォームが安定。広背筋と僧帽筋を集中的に鍛えられます。正しいフォームです。インクラインベンチを30から45度に設定。胸をつけて両手にダンベルを持つ。肘を体側に沿わせて引き、肩甲骨を寄せる。ゆっくり下ろし、ストレッチを感じる。僧帽筋への意識ポイントは、肩甲骨をしっかり動かし、引き寄せ、重量よりもコントロールを重視しましょう。よくあるエラーです。一つ目は、上体を浮かせて、反動を使う腰や肩に負担がかかる。二つ目は、肘を開きすぎる僧帽筋中部ではなく肩甲部に効く。三つ目は、下ろす時に力を抜いている筋肉の伸長を感じられない。などがあります。エビデンスから推奨される負荷設定は、筋肥大を目的とする場合、8から 15RM の重量で3から5セット、インターバルを1から2分以内とします。1セットあたり15回以上できるようになったら、重量を増やしオーバーロードをかけていきましょう。1週間のトータルセット数は、初心者で10セット前後から始め、効果が停滞してきたと感じたら 20% ずつ、すなわち12、14、16セットというように、オーバーロードをかけていきましょう。上級者では20セット程度を目標に、1日あたりのセット数と週間頻度を調整しましょう。効果が停滞してきたと感じたら同じく 20% ずつ、すなわち24、28セットというように、オーバーロードをかけていきましょう。ただし、オーバートレーニングにならないよう注意してください。最大筋力を目的とする場合、1から 5RM の重量で3から5セット、インターバルを3から5分以上、週間頻度は2から3日、週とします。ただし、高重量でのトレーニングは怪我のリスク高くなるので、ウォーミングアップを十分に行い、正しいフォームで、潰れる手前で反復を終えるようにしましょう。また、筋、腱、関節などに違和感や痛みを感じたときは、即トレーニングを中止してください。そしてもう一つ大切なことは、マインドマッスルコネクション、どの部位を動かしているかを常に意識することです。ただ単に、引くよりも筋肉が伸びて縮むことを感じてください。特にエキセントリック局面、すなわち筋肉が伸ばされる局面ではスピードをコントロールしてゆっくり行うことを心がけてください。それだけで効果は100倍以上違ってきます。個人の感想です。まとめです。ダンベルベントオーバーロー、広背筋僧帽筋、中部下部。ワンハンドダンベルロー、広背筋下部僧帽筋中部。チェストサポートダンベルロー、腰負担なしで広背筋僧帽筋を集中的に。全動作で広背筋と僧帽筋を意識。いかがでしたか？
コメントなどをいただけると大変励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いします。